Hello こんにちは。 LCK2023 ロワーズ準決勝 KT T1 を選び負けて落ちた。 T1 はそっからまさか KT17 勝1敗の1位の KT を破り上がったけどジェンジーに最後の最後で敗れた。だから今ジェンジーが決勝にいて今日勝った方がジェンジーと戦う。だから T1 と KT は1週間ぶりの BO5 だ。 KT がまさか T1 に負けるとはな。 T1 はフェイカーが手首故障して1ヶ月トータル8試合出場しなくてそっから1勝7敗だったんだよ。でフェイカー帰ってきて全勝して最終的には9勝9敗。 KT は17勝1敗だぞ。でその KT を倒したんだ。フェイカー帰ってきて手首も故障してんのに。しかしフェイカー自身はパフォーマンスは良くない。味方がめっちゃ強くなってる。若手のポビーがミッドやってて1勝7敗で正直連戦悪くなかったし彼はそんなに悪くなかった。周りがゴミだった。ポビーお前はフェイカー以外の顔面をキーボードで殴っても許される。フェイカーがいるだけで味方が強くなる。でもフェイカーは正直やばい。調子悪すぎる。フラッシュも出ねえし死ぬし味方がマジでキャリーしてる。フェイカーのパフォーマンスが上がらんと優勝はできん。でも手首故障してるからねどうなるからね。まず T1 はマオカイファーストピック。なんか UI が変わってるからすごい分かりづらいな。 OK マオカイファーストピックだ。うわー KT 相手サポート全部バンだね。前回のシリーズもサポート結構中心的にバンしてたの T1。レヘンズがめちゃくちゃロームするから ADC のエイミングがオルスバン得意みたいだしエズリアルもやるしね。サポートがゲーム動かすわけよ KT は。でそれを徹底的にバンして3-2で勝ち上がったから T1 対策してます。で KT もラカンとレル、レルはジャングルで多い。でザヤ、そうだね T1 の ADC グマユシはザヤめちゃくちゃ使う。でもそれ以外ちょっと微妙っていうのが最近あるね俺が見てる中だと。ザヤワンされたらお前何使うんだと。ベインかサミーラかなんか変なピックしてクソボコられてるけどさ。でマオカイからカイサセジュアにエートロックスゼウスのエートロックスそしてフェイカーもちろんアジールのカウンターといえばゼラスが確かに昔いたよ。シーズン6とかもうめっちゃ昔だけどね。で最近ゼラスバフされた BDD ゼラス。ちなみに BDD はアジールめちゃくちゃ得意で有名なのでアジールの弱点も分かってるからゼラスの強みも分かるってことでしょ。アジール相手ゼラスが本当に強いってことを理解してるはず BDD も。アジールめっちゃうまいからね。一時期アジールワントリックとか言われてたしで KT 対 T1 はお互いになんだっけ携帯通信会社だっけライバル企業ですね。 KT テレコム T1 テレコムI don't know 正式名称は覚えてねえけど KT ロスだったテレコムはと言われてます。戦争です。で KT ここでスレッシュ版ルシアン版でここでうわサポート版どんだけ9サポートない見たことないよ。9サポートパンテオンサポートグリフィンタリアパンテオン9サポートはマジで見たことない。8ではレール一応サポートだろアメモもサポートだろ。ルシアンザヤねカサンテからのルルゼリからのシンジドWhat the fuck レヘンズのシグネチャーピックユーミのカウンターに対してだけ使ってるこのシンジドユーミカウンター一時期ユーミがファッキン OP でしたね。その時にシンジド使っていたがもう使うサポートがないシンジド。Hello こんにちは T1vs KT ファーストゲーム。このシリーズ負けたらもうおしまいよ。これ勝ったら決勝行き明日ですよ決勝。
レベル1で何か狙っている。シンジドサポート見逃せない。連戦から見どころたくさんです。トップエートロックスタイシンジドがフラッシュイン。魂のフラッシュイン。ルルはヒール。シンジドはフラッシュをレベル1で使う。できればフラッシュ交換したかったけど、ルルはフラッシュはオンゾーン。シンジドブッシュコントロールをしているので、ヘクステックフラッシュでフラッシュもどきを使うことができる。レベル2先行。狙っている狙っている。レベル2になった。射程管理完璧だ T1。 シンジドなんと勝率 100% だと。今シーズンシンジド使ってたの？ちなみにシンジドはサモナースペルブックです。サモナースペルを切り替えることができる。セジュアニインベードはよくやりますね。映っていますよ。セジュアニのインベードは予測している。マオカイが非常にインベードに弱い。でもクリアでは勝ってる。取れるか。取ったのはセジュアニだ。マオカイがスマイト使っただろうってことでチキンを盗みに行った。ミッドフェイカー。正直フェイカーのパフォーマンス悪いです。戻ってきてから後期の時だけいい。それ以外本当に良くない。味方がマジで強くなってるけど、ポビーはマジで顔面もう一緒殴っている。ルールで、このチャンピオンはルールは最近出てきてません。なぜならナーフされてるから。アーマー下がったりいろいろナーフされました。おーっとマオカイのもとに飛ばした先が悪いオーナー。 What the fuck フェイカー。これ決まるか。届くのか。ピョンタピョンタ。なんかマオカイフラッシュ切らずともいけそうな感じはしたが、確実に決めたかったオーナー。Q の弾く場所が悪くてフェイカーフラッシュを使ったが、キル取ったんで OK で、トップはぶっ壊れのエートロックス。去年の世界大会がよぎる。金言エートロックス DRX。でも最近ゼウスはエートロ使って、でもジェンジ相手はねエートロ微妙だったね。それ以外は良かったと思う。ちなみに KT は17勝1敗の1位チームですよ。でトップのキーンはめっちゃうまい。正直今年はもうキーン最強なんだけどね。ゼウス調子を落として。でも最近ゼウスがタンクチャンピオンあんまやんないでキャリーチャンピオンになって全盛期に戻りつつある。ただジャックスに苦戦すんだよね。対面ジャックスの時にめっちゃ負けてたし、自分がジャックスやるとなんか引っかかったりとかするし、ジャックスが問題っちゃ問題だよな。キンうまいから。 KT はトップがマジうまいしミッドもうまいよな。サポートもクソローもするし、多分全員うまいんだろう。 KT の試合そこまで見てねえけど17勝1敗。ゼラス何がバフされたんだっけ。マナ回復が良くなったんだっけな。サポートが弱体化して CS を食うと確かマナが回復するとかパッシブが戻ってくんだっけ。なんかそう CS 食うと確かパッシブも戻ってきてイコールマナが良くなる。マナ回復するから。でアルティメットの、数も一発増えてるんでダメージも上がってますね。トータルダメージ、一発ずつのダメージちょっと下がってるけど。Yeah, just trying to kite up here away from the Sand Soldiers, and that's exactly where Owner is. BDD just expects him to be doing Scuttle and just not be that close, and he's just completely punished for it. KT ドラゴンを触る。ドラゴンを触る。 T1 は一旦ドラゴンはギブです。1ドラゴン2ドラゴンまでは OK。 3ドラゴンからはダメで、ここでポーズが入る。おいおいどういうことだよ。 What the fuck。
インゲームコマーシャル入ります。アマプラ登録したら CM 流れないと思ったのに、ゲーム止まらないと思ったのに。会場変えたからかいきなりポーズ決まらない。まあ多分すぐ戻ってくるとは思うけど。おーっとセナさんサブスクギフトしかペンAre you God? 視聴者がサブスクライブ持ってない人たちに広告無効サブスクをギフトだと You're God 神です。ありがとうございます。石油はあ、やべ。X で投稿するの忘れてた。I feel like I'm getting the VIP treatment waiting for this to start, or I was. Now it started, I'm not waiting anymore, and we're back in the game. But yeah, you mentioned the call by here. I think 戻ってきたじゃねえかよ。戻ってきたぞ。A little bit in this early game with how the first gank went, and how BDD is now flashless. Of course, now Faker still has that level 6 advantage, and there is a lot of poke and a lot of setup in the later game, and getting this Drake actually buys you a ton of time as KT to scale up towards that poke that you're going to have later on. But definitely feeling right now very happy about the lead if you're a T1 fan. And I think KT is really happy with the fact that they got a dragon because BDD as you saw there. これゼラスがさ、ジルのカウンターとは言われてるけどさ、ゼラスがそんなレーン強いタイプではないからな。ゼラスがスキル全部当てれば実質最強チャンプだけど。フェイカー相手スキルショット当てられるかな。初手ブーツのフェイカー相手サポートミッドジャングル AP ですからね。でカイサも割と AP ダメージ出るんじゃない。結構 AP 濃いぞ KT。一方 T1 はダメージバランスしっかりしてるし、構成的にやっぱシンジドサポートがゴミっちゃゴミよ。序盤ゲームをぶち壊すのがシンジドなわけで、サポートルルもレートゲーム最強だからね。ルル序盤弱い代わりに。だからゲームはもう KT がドラゴン取って4ドラ取ってゲーム早く畳む。40分前には終わらさないといけないのが KT で、 T1 は耐えれば勝ちだから序盤事故らずにセーフにファーム。このシンジドが勝率 100% といえね、ユーミ相手に基本出してたわけだから、ユーミ相手以外は見たことがないぞ。Can do a Baron very quickly, so KT, if they lose control of this map, it becomes so difficult to do objectives unless you have vision to land that poke. If you don't have that, ただゼラスがポークチャンプですよね。で T1 はエンゲージがそこまで強くない。マオカイがいるけどセジュが簡単にボディブロックできるし、裏からエートロが入ってくるとか、ゼラスのポークをいかにいなしながらプレイするかが重要だ。セジュワニのアルティメット避けるフェイカー。いや今のセジュワニのウルト食らってシンジドが持ってきたら危なかったが、ここでセジのウルトを使わせる。フェイカーミッドカウンターをピックされたが CS 有利気づいてる。でここでボトムに来る。ゼリ逃げれるか。フラッシュある。ゼリウルト切る。てかグマヨシゼリやってんじゃん。グマヨシってゼリやらなくね基本。うわー逃げられない。 T1 がヘラルド取って KT が逆サイド、ヘラルド捨てて逆サイドに行ったからゼリがすぐに下がんなきゃいけなかったんだけど、正直コミュニケーション取れていたらすぐ下がれたと思うんですが、コミュニケーションエラーですかね。共有ができてなかったね。グマイチに下がれっていうコールは簡単にできたとは思うんだけど、KT ね前回、T1 に負けたんだけど、で序盤負けてる試合も結構ね食らいつくのうまかった。逆サイド狙ったりとか、なんかヘラルド捨ててヘラルドから帰ってくるやつらを狙ったりとか、ヘラルドを食わせてで戻ってく、先に ADC が基本戻ってくるわけミッドに。
その ADC をキャッチしたりとかね。いやマップの動きうまかったよ。負けてる時食らいついてたからね、結構。ただまあ T1 はここで1キル取られたがゴールド有利だし、おっとフェイカー、避ける避ける、しかしスタン食らう、フラッシュフェイカー、アンキラブルデーモンキング。Oh my god! 3人サポートとジャングルが来たのにかかわらずフラッシュもウルトも使わせて、シンジドノーフラッシュノーウルト。So nicely, and Lehen's just constantly wants to catch Faker. He wants to put the pressure on. He's not just going to say, "All right, I picked Singe. Didn't work out in the lane." やっぱアジールは万能キャラだね。他のチャンピオンは逃げれないよ今のは正直。やっぱ使うやつがさうまければマジで OP。プロだからみんなアジールうまいけどね。そうだよね。でカイサ初手ストームレーザー、ほうあのビルド最近流行りのスタティックシブ行くかと思ったけど、さすがにスタティックシブ行くと AP 濃くなっちゃうからってことで、ストームレーザーみたいですね。AD を行かなきゃいけねえよな、カイサ。T1 ドラゴンファイトするのか。2個目は全然捨ててもいいドラゴンだと思うが、エートロックスが、トップ先に押し込んでから一旦カニを食う、下山してくるわけではない。お互いにドラゴンはまだ触らない。でも KT は早くドラゴンを取って4ダロ取らなきゃいけない。急ぐ KT、 急ぐぞ KT。 ゼラスのポークがある。トップはテレポートお互いにあるが、エートロックスはノーアルティメットだ。多分これ T1 捨てるね。相手がドラゴンいってるんだったら、ヘラルドミッドでぶつけるかと。一旦ぶつけて、アジールに渡したかったがもらえないでゼリーが狙われる。シンジドがさロームしまくるキャラだけど、サポートシンジドがアジール機動力高い、ゼリーも機動力高いし、エートロも機動力あるから、シンジドが正直仕事しづらいよね。ということでシンジド腐ってルルがサポートギャップしていき、圧倒的集団戦の力の差が出ると。次のドラゴンからはさすがにファイトしますね。ケミパンクか。ケミパンクじゃない、ケミテック。一番弱いドラゴンソウルではあるけど、さすがに3つ取られたらそこからかなりきつくなるので、どんなにレートゲーム構成でも1つ2つ捨てて3つ目から戦います。ゼラスのウルト避ける。うわーフェイカーあえてステップしない。スキルショットも避けるしマインドゲームも勝っていく。 BDD フェイカーのことだから絶対にバックステップするだろうなってことで、BDD もうまいんだよこの打ち方は。基本これは食らうんだけど、フェイカーがその一つ上を行ってやがる。読み勝っている。初心者にしか見えない動きだったけどな。いやフェイカー全然動かねえじゃん、初心者かよと思ったかもしれないけど、お前らとは違う。フェイカーは俺もプロになれるじゃんと思ったやついるかもしれない。アイアンでI just really like the position that KT is in right now, and despite Lehen's best efforts to make something happen mid, Faker has just avoided death. He has cheated the lane essentially with these errors. ただこれを自分たちのソロ級とかでやるとさ、普通に全部食らうんだよな。だから相手のレベルによってスキルショットもね、避け方変えないとね。高レートのフックはあえてサイドステップしないとか。Just looks like the windows for KT to win this game are closing to a certain extent now. They are 2 games ahead, but it's Chemtexel. You know, it feels like everything is stacked against you right now as KT. You cannot lose control of this map ever, even once at this point. And that Aatrox that you were mentioning, once he starts joining,
あんだけサポートバンされたのにスレッシュ出てこないのか。And I think KT, with the fact that BDD is still in a good spot in this game, even though all the effort didn't really end up paying off, is gonna have to... T1 が1600ゴールド有利。ドラゴンを捨ててゴールド有利は気づいてる T1。でも T1 はドラゴン必要ないからね。4ドラさえ阻止すれば勝てる構成です。KT は逆に4ドラが必要な構成だ。お互いに勝利条件がはっきりしてるから見てて面白いですね。でこっから KT はもう全てのオブジェクト取って畳みかけていかなきゃいけない。 KT 寄る、アジールも寄るぞ。フェイカーでもどうだ、行くのか。マオカイがアルティメット一旦切る。フェイカー入っていく。しかしゼラスがスタンを決めてフェイカーのエンゲージを止める。ヘラルド取ったのは誰だ。マオカイか。マオカイフラッシュイン。ゼラス、あーなんで俺はベタ足の明治として生まれてきたんだ。クソくらえ。ショーメーカーの言葉です。ソロ級でなゼラスやって半年ぐらい前かな。ゼラスがなんかバフされてめちゃくちゃ連戦うまいの。もう全部スキルショット当ててめちゃくちゃボコボコにするんだけど集団戦になるでしょ。 1cc 食らって死んでゲーム負けるわけで、ゲーム終わる寸前にショーメーカーがなんで俺はファッキン明治として生まれてきたんだ。こいつら全員ブリンクして俺にもブリンクくれってずっと嘆いてた。結局ゼラスいくら射程が出てダメージがあるとはいえここでフラッシュを切るわけですよ。ゼラスダブルフラッシュ、もうフェイカーが突進してスタン食らったけど ADC とミッドレーナーフラッシュ切ってっからね。それを共有できているのでマオカイの必殺技フラッシュ W。 ベタ足キャラ、ベタ足ポークキャラ、フラッシュないと何もできない。Then from that point on, right, like that's when Zeus gets free reign and actually play really aggressively. And just because of the fact that they actually were able to pick up the Herald, I think that KT will get another opportunity, and because it keeps their mid lane turret alive. Like particularly with Xerath, having that bastion of safety is so incredibly important because it allows you to actually contest mid lane prio without being at too much risk. And that does mean that KT might be able to make their way back, but last time T1 with the ultimate from Owner was able to 3ドラですよ。3ドラゴンですよ。でもゼラスノーフラッシュだからね。ゼラスのダメージはそんな強くないぞ今は。全然痛くない。ゼラスアイテム出てないと本当ダメージ出ないよね。エートロックスが後ろから入ってくるのは本当に重要です。これ後ろからうまく入ってきたらゼラス速攻で死ぬからね。もうエートロックスはこの位置に立つだけでゼラスはマジで近づけん。フェイカーフラッシュしてエンゲージを試みるがまた CC によって止められるけどセージワニが浮いている。 T1 シンジドサポートがどうしたって勝率 100% だ。Yeah, the fact that they're able to save the turret in itself is incredible. And once again, Faker almost gets the shuffle Emperor's Divide and is caught by BDD's stun. シンジドシンジドいたんだ。存在感がゼロなんだけど本当に何すんのこのシンジドサポートは。やれることは何。釘付けを一瞬当てるだけ。ガチで何あれ。もうシンジドはねマジで何やるんだろうね。リワーク前のボリビアと一緒じゃん。フラッシュノックバックするだけじゃん。ただ砂かけるダメージはない。サポートだから硬くもない。まあでもフェイカーがミッドのギャンクを全部さばききったからこのシンジドが腐ったんだな。シンジドが悪いわけじゃない。フェイカーがうますぎたんだ。has perma prio, denies any form of ability for T1 to get in. And again, I think that T1, if this comp ever falls behind, it does struggle. But because that didn't happen, because Faker absorbed all the pressure, the 2 free lands ganks
didn't end up working out. Now we have a situation where mid lane is really far behind, and without Xerath in a good spot in this game, aiming, ト especially ップの CS 差、ミッドの CS 差がとんでもないね。ゼウスファッキンムッキムキじゃん。超順調にファーム食ってる。何これ。ここまで順調に育ったエートロックス、この構成で止められないよ。ゼラスファイター無理だもん。しかも一人で特攻してくるタイプなんか一番苦手だからね。エートロなんかバフでも入ったの？ Q の AD レーション2割ぐらい上がんなかったっけ？いやーでも脅威ビルドだからダメージは高いけど柔らかいっちゃ柔らけえな。相手ダメージは出るね。計算ってタンクかと思いきやファッキン OP チャンプもう一回狙うのか。フェイカーを狙う。フェイカー Q 使った。止めた。あーこれを狙ってくるの KT うますぎる。フェイカーもちょっとね警戒してて上側寄ってたけどアジールが Q を使ったのでブリンクの距離がねどうしても短くなるんですよ。ただこのカサンテキンブリンクすらキャンセルしやがった。そんなの関係なかった。見てくださいこのカッサンテケイサンテブリンクしまくる。 CC 無効化する。これ Q 使った瞬間に入っていき、うおーブリンクキャンセル。マジで金うめ。Right? The downside is that there isn't an immediate objective available for them. I think a substantial amount of gold means that KT at least will get another fighting chance, but by itself that's not enough. でもトータルゴールドは3000ゴールド差ですよ。でかいよ22分で3000ってのは。でドラゴン40秒後 KT ここで本当に取らないとマジできつい。1個取られるのはいいけどもう1つ取られるともう本当にゲーム40分超えるから勝てん。構成的にどうあがいても。基本そう序盤コースは1個ドラゴン取られてもいいけど2個取られるとマジできついからね。ゼラスが一応バフも入ったしフルビルドになればまあゼラス強いけどね。ゼラスまだ2個は出てないから本当に弱いです。ゼラスダメージない。射程の長いキャノンミニオンみたいな感じ。キャノンミニオンでは戦えないということで KT バロンに向かう。取るの早カイサだから早い。早いぞ結構早いぞ。これ取るぞ。これマオカイ走ってる。でもこれ取るわ。早え。カイサマジで早えな。裏にエートロがいる。エートロ合わせるかエートロ。いい入りだ。ゼラスなんでお前は生まれてきたんだ。機動力がない。バロン取ったけど帰るまでがバロンですよ。2人3人持ってかれる。またポーズ。Hopefully just a simple hardware problem that we can get fixed as quickly as the last, but that power of Maokai was on display there, wasn't it? 皆さん初戦から面白いですね。なんでこれ止まんの？俺の箸どこ行った？
箸落ちてるし。いつの間にか箸落ちてたわ。I think the denial is definitely something that KT is going to be, that's kind of the saving grace. The fact that T1 won't be able to get it, I do think that particularly with a poke comp, once you fall behind and the enemy team gets a Baron, it's kind of game over because they can just dive you at will. What is really important to me though is that if Faker has teleport there, then that play probably doesn't work, right? As KT わざとポーズかけるのずるすぎでしょ。いや、わざとはないよ。さすがに。ないと思いたい。なんなら T1 側がポーズかけてる可能性も全然あるからね。Issues with Zeus and cameras not necessarily treating him very friendly. It is a tale as old as time. Yeah. This time didn't throw a shop away. He was himself had his camera thrown away. So I assume this is probably just a little bit of a risk. エレドさんサブスクライブありがとうございます。Thank you。今のうちにサブスクしといてくださいよ。CM 入っちゃいますよ。Something happened to him when he got all outed. I'm not 100% sure, but ありがとうございます。 that is my guess. Yeah, that's what happens. Andゼラスがブリンクできない不具合。戻ってきました。何が問題か分かんねえけど、まあポーズ短いね。2分ぐらいで2分もかかんなかったね。問題は分かんないですね。ゼラスがブリンクできない不具合の可能性もあります。確かに。And now, start banning the champion is probably going to be the way to do it. As we have a look at the replay, ここでゼラス。マオカイのアルティメットをボディ、マオカイのアルティメット判定強すぎ。新自動、お前マジで何ができるん？ファッキン新自動ゼラスのためにさ、マオカイのウルトをボディブロックしてたんだけどゼラス体の4分の1はみ出てたからマオカイのウルト食らって即死したんだけど新自動が細すぎる。おいカウンターとして選んだんだぞアジールメインが。アジールメインが選んだチャンピオンはもうほんとハードカウンターのはずなんだけどね、アジールの。ゼラスやっと2コア出ました。ホライゾンフォーカス。敵を可視化して与えるダメージがマーク、なんだっけ、敵にダメージ与えると敵にマークを付与して全ダメージの与えるダメージが 10% 上がるとかだっけ。まあ味方の火力も上がるってやつやんな。射程が長いのが大前提だからゼラスぐらいしか積まないアイテムです。視界も取れるからアルティメット当てやすいし。一応バロンは取った KT。 このバロンバフでなんとかミッドタワーは取りたい。ミッドタワー1つは取った T1 じゃなくて KT。 ドラゴンは 2-2 だ。4ドラ行くの40分かかるぞ。 KT40 分超えてこのゲーム勝てるのか。このバロンでゲームを終わらせたいぐらいだ。お互いに ADC は育っています。3個は出てます。マオカイアルティメット切る。エンゲージを狙う。ゼラス来世はブリンクできるチャンピオンとして生まれてこいよ。ショーメーカー、ショーメーカーのクリップ流したいわ。マジでショーメーカーおもろいんだよね。配信者として面白すぎる正面か。The best draft we've seen from them in a while. I think very simple, very easy to execute, but well executed. And I think Faker's play in the mid lane was so important. And I want to go back to a point that you made earlier. いやマジでベタ足にさ。The pressure point was definitely trying to punish Faker, get that Zera at the head, and from behind with this Maokai ultimate again. Nature's grasp is just so. 生きる術がないよね。何これ？ブリンクできなきゃ終わりじゃん。And it's just easy from ahead to be so insanely oppressive against a comp that can't poke what it can't see and can't poke against heavy push. And it's just いやでもさ、正直マオカイのアルティメットはあれ当たり判定が強すぎる。あともなんかマオカイ世界大会で見たくないからか Q のダメージナーフとか入れてるけど、俺ずっと思うもん。ウルト射程クソ長すぎだし
当たり判定がいい。味方の後ろに隠れててもちょっとねはみ出てたら食らうもん。みんなも経験あると思うけど、あれはねよくないよ。プロも食らうわけだから。マオカイあまりにも万能だね。フラッシュ W で確定で捕まえられるし、視界取れるし、アルティメット最強だし、サイラスがね強ければ、次のパッチサイラスがバフされるんだけど、唯一の天敵のサイラスが今メタじゃねえからな。マオカイ一強だわ。これでもマオカイもう何回も連続でナーフは食らってるんですけどね。安全なジャンプだよな。You've got a Feds area, insane clear, and KT, they can't win this game in a straight-up front-to-back team fight. And unfortunately, with comps like KT's, there isn't really a miracle comeback mechanic because you don't have great engage. ゼラスアイテムが一向に増えません。Works out even when you're 5,000 gold behind, like you can with a Jax Rel. You can win a game with Jax Rel 7,000 gold behind if you hit that combo just right. T1 ドラゴン、ケミテックドラゴン3つ連続でゲットしてる。このドラゴン1個につき何がもらえるんだっけ。ソウルばっかりにフォーカスしちゃうけど、一応3つ集めてるからね。なんだレジスタンスが上がるんだっけ。アーマーとマジックレジストが上がるのか。テナシティお CC 軽減か。てかグマイシってさマジでゼリーやんなかったのにゼリー出してきたね。かたくなにゼリーやんなかったんだよな。できないわけはないからね。評価が低かったのかね。なんだって苦手でちょっと克服したんかな。さすがにやっぱゼリー使えないってなると本当ピックバンがやりづらいから、メタチャンピオン使えないってのはよくない。で T1 仕掛けるぞマジでシンジドクソゴミチャンプなんだあれ。ゼラスベータ味がすぎる。ポークまともにできてんのかいこのチャンピオン。なんでお前は存在してるんだ。いやマジこの試合ゼロと050だぞ。ポーグキャラで射程が長いからアシストに絡みやすいキャラなのに。てかアルティメット打ってなくねゼラス。アルティメットすら打て。あいつアルティメット打ったらベタ足なのにその場から動けなくなる。終わってんじゃん。エートロックス飛んでくるしなゼラス固定放題になったら。have been phenomenal on the blue side, but also getting a great start in this series. Last time they lost game one. This time they're celebrating on the enemy nexus at the end of game one. Look at these extendo beams from Gumayushi having a day out. ゼラスがウルト打った。当てる当てる。おお精度はいい。時すでに落としじゃんじゃーん。ウルトの精度エグ。うわ何これすげえかっけー。うわ LCK 会場めっちゃ豪華やん。何これクソ興奮してきた。今年の世界大会韓国だよな。韓国生きてー。サブスクライブありがとう。ちなみに明日 LGL オフライン大会あるぜ。みんなもこのオフラインの会場をエンジョイしたかったら明日 LJL に行くんだ。それか韓国行くんだ。韓国行ける人あんまいないだろうから幕張に行くんだ。韓国じゃなくて。ユージ行くの？行かねえよ。俺 LCK の決勝見ないと。いやお前らは行けよ。俺は仕事がある。
Yeah, but you can see that little blip that goes down for a second, and then いやいやもうみんなね、配信者たもうロール配信者みんな LCL 言ってんじゃん。じゃあ誰が LCK を解説するんだよ。俺しかいないだろ。 Game number 2, and we'll see whether KT can even out the series or whether T1 are going to move to match point. お前らのために俺は家から出ないんだ。お前らは幕張行って幕張で LCK を見ながら同時視聴して盛り上げろ。席埋めに行け。いやマジで新時の空気だったね。まあ、フェイカーが全部さばいたってことか。今回フェイカー良かったね。全盛期みたいだ。いやでもマオカ良かったな。オーナーが MVP じゃねえか。鋭い入りで毎回ゼラス捕まえてたのほんと良かった。